今回はクロードのブレンダーコネクタが CG 制作にどれぐらい使えるのか検証します。モデリングからアニメーション、アドオン開発、画像の模写まで試して、現時点での AI の実力や、これは作業が楽になるなという使い方が分かったので、一緒に確認していきましょう。ということで皆さんこんにちは。 CG クリエイターのメネガーです。皆さん AI 使ってますか？今まで人が作ってきたクリエイティブが AI でも作れるようになってきていますよね。そんな中でクロードという AI がブレンダーでの連携を公式でサポートしたので取り上げたいと思います。クロードは MCP と呼ばれる AI とソフトウェアが通信するための共通規格をサポートしています。この MCP によってクロードと外部のサービス間でデータをやり取りすることができるんですね。今回まさにブレンダー MCP というものをクロードが出してきました。ブレンダーは Python というプログラミング言語を通じてスクリプトという指示書みたいなものを書くことで作業を自動化することができます。ブレンダーにおける Python がどういう働きをするのかっていうのを理解しておかないと AI に指示を出すときにつまずきやすいので簡単に説明します。ブレンダーで編集のプリファレンスからインターフェースの Python ツールチップを表示というのにチェックを入れてボタンなどの UI の上にマウスカーソルを合わせるとこのように Python という欄が出てきてその機能を実行するための Python スクリプトが表示されます。これを覚えておいてスクリプト作成という Window タブを選択します。この新規というところを押して Import PPY と打ってエンターをして先ほど覚えた文章をそのまま打ってみます。はい。この状態で一旦キューブを消してみてこの実行マークを押すとはい。こんな感じでキューブが出てきました。3D カーソルを動かして実行すると同じようにキューブがたくさん出てくるスクリプトが書けました。このカーソルに表示されたテキストだけではなくて普段画面上で行っている複雑な作業も実は Python の指示に変換されていてその内容を見る方法があります。それがもうすでに見えているんですがこの情報というウィンドウです。ここに例えばメッシュを追加してみると今自分が操作した Python のコードが出てきます。そしたらこれをコピーして貼り付けて次にこのオブジェクトをちょっと移動させてそうすると移動するプログラムが出てきたのでこれをコピーして貼り付けてさらにちょっと回転させてみてこのプログラムをコピーして試しに実行してみるとはいこんな感じでさっきと同じ動作をするプログラムが記録されたスクリプトが出来上がりました。他のアドオンの動作もこの Window タブにログが残るので、例えば Blender Kit のこのモデルをダウンロードしてみます。するとここに Python のログが残るので、これをコピーして全く新しいに移動してスクリプトを作成して Import BPY その下にさっきコピーしたプログラムを貼り付けます。そして実行してみるとはい。こんな感じで、ブレンダーキットの UI を使わずに Python 経由でダウンロードすることができました。今見せたように、基本的にブレンダーのほとんどの作業は Python コードを通じてできると思います。クロードはこの Python を通じてブレンダーに指示を飛ばすということなので、AI が正しい順序で正確に Python の指示を出すことができれば、理論上はかなり複雑な作業も自動化できるのではないかと思います。実際にこれがクリエイター目線でちゃんと使えるのっていうところが重要だと思うので、現時点でのクロードのブレンダー MCP の性能を検証していきたいと思います。では実際にインストールしていきます。ブレンダー MCP はブレンダー 5.1 以上じゃないと動作しません。今回は現時点の最新バージョンである 5.1.1 を使います。そしたらブレンダー公式の MCP サーバーというウェブページにアクセスしてこの青くなっている部分をドラッグ&ドロップします。そうすると Add Repository というのが出てくるのでこの青いボタンを押します。そのまま作成をします。それができたらもう一度ドラッグ&ドロップをします。そしてアドオンを有効化というのが出てくるのでこのまま OK をします。はい、そうすると Installed MCP というのが出てきたので、一応設定に行ってみてアドオンから MCP と検索してみるとしっかり有効化できていることがわかります。じゃあこれを保存しておいて閉じてしまいましょう。パソコン版のクロードアプリをインストールして開きます。そしてこのチャット欄のプラスマークからコネクタを追加を押します。ここでいろんなアプリと接続することができるんですが、ブレンダーと検索してみて、そうするとここにブレンダーが出てきます。プラスマークを押してインストールを押します。
インストールしますかという画面が出てくるので、インストールを押します。はい、これでインストールが完了したので、設定というところに行ってみましょう。この設定のところで一つ一つの動作に対して AI がこれを勝手に実行していいかどうかを決めることができます。初期設定では全部認証が必要という状態になっていて、これだとクロードが何か実行するたびに許可を求めてくるので、鬱陶しい場合はこれを常に許可というのにしてあげます。新しくチャット欄に行って、一応コネクタがちゃんと接続できているかを確認します。ここがオンになってたら大丈夫です。では試しにブレンダーがちゃんと接続できているかを聞いてみたいと思います。ブレンダーと接続できていますか？はい。ということですごいですね。そうするとスクリーンショットを撮ってくれたみたいですね。現在のブレンダーはこんな感じですと書いてあって、今使っているバージョン 5.1.1 と今シーンに何があるか、選択中のオブジェクト、実際これ内部的に選択されているマークがついているんで、これ正しいですね。シーンのフレームが今どこにあるか、これは1フレームに今カーソルがあるので、これも正しいですね。ちゃんとこれは見えているみたいです。いや、ちょっとこれだけでも感動ですね。そしたら試しに簡単な動作を頼んでみたいと思います。シーンにあるオブジェクトをすべて削除してください。そうすると、消えましたね。なんかアドオンのタブが開かれちゃいましたが、実際にシーンにあったオブジェクトが削除されました。ではここから簡単にモデリングの検証をしていきます。机と椅子をモデリングしてください。では机と椅子を Python でモデリングしますということで、 Python コードを書いてくれてる感じですね。これはすごいな。マジか。机と椅子のモデリングが完成しました。作成したオブジェクトデスク、天板と4つの足のシンプルなデスクと、そしてチェア、座面と背もたれ、4本の足のシンプルな椅子ということで、なんと次マテリアルの追加とか形状カスタマイズしますかとかも提案してくれてますね。一個一個のオブジェクトをこう追加していってリサイズして、これを複製してってやってるわけじゃなくて、ちゃんとこの編集モードで一つのオブジェクトとしてまとめてくれてる感じですね。実際メッシュを見てみると、椅子の後ろの部分が重なってしまっているので、トポロジー的には綺麗とは言えないですが、なんかいびつな部分があるわけでもなく綺麗に作ってくれてますね。いや、これはすごいな。そしたらもう少し難しそうなカフェの内装を作ってもらおうと思います。今作った机と椅子を消してカフェの内装を新しく生成してください。クロードが内部的に何をしてるかっていうのをこの三角ボタンを押すことで見れるんですが、何か問題が発生しているようなんですけど、自律的に直す方法を模索してますね。するとこんな感じでそれっぽいモデルができましたね。ちゃんとスクリーンショットを撮って確認してくれるんですね。作ってくれたものをすべて羅列してくれています。なんと色もつけてくれてるみたいなので、マテリアルビューで見てみたいと思います。そうするとかなり簡易的ではありますが、カフェの落ち着いた木の色味を反映してマテリアルを作ってくれました。これライトもつけてくれてるんで、レンダーモードにしてみます。はい。そしたらちゃんとライトのオブジェクトの位置にブレンダーのライトを配置してくれてますね。いや、これは思ったよりもすごいな。ここにレンダリングしてみますかと AI が提案してくれているので、レンダリングしてもらおうと思います。レンダリングしてください。レンダリング結果を見ると暗すぎたみたいで、カメラと照明を再調節してレンダリングしてくれるそうですね。今勝手にウィンドウを操作して画像エディターを開いてくれてるんですけど、レンダリングした画像を見てるんですが、真っ白になってますよね。これはおそらくカメラの位置が全然カフェの方向を向いてないのが原因だと思うんですが、ここを見るとカメラ位置を調節してカフェ内部を表示したと出てあるので、ちゃんと AI がカメラが外側を向いているのを検知して
画角を調整してくれました。いや、それはできないと思ったんですが、カメラの位置を修正とかもできるんですね。そしたらまた画角を変えて、今度は席が3つ映るようにいい感じに配置してくれてますね。ちょっと椅子の向きが外側向いてるのが気になりますが、まあ最初はこんなもんかなというところですね。はい。放置して、2分ぐらいかな経ったんですが、ちゃんとレンダリング画像としてカメラの位置を調節して、ワールドの背景の明るさとかも変えながらいい感じになるように調節してくれました。しかもこれデスクトップにカフェレンダー PNG を保存してくれてますね。実際見てみるとデスクトップにありました。これはすごいですね。さっき設定で画像の編集とか多分許可しているからこういう感じで保存してくれていると思うんですけど、勝手にファイルを保存したり削除したりされると怖いなっていうところは少し感じるので、ちゃんと設定は見直して全てを AI が許可なくできるようにするのはやめた方がいいかなと思いましたね。はい。では最後に人を生成してもらおうと思います。椅子に座っている人や食器を運んでいる人を作ってください。おー、人物が完成しましたということで、レンダリングしてくれた画像がこれですね。なんかローポリチックではありますが、ちゃんと手足と髪の毛が生えていたり、ちゃんと配膳してる人もいますね。これ椅子は変な向き向いてるんですけど、人体はちゃんと向かい合って座っていますよね。じゃあ最後にこの椅子の向きを修正してもらいましょうか。これぐらい自分でできるんですけど、AI はこれできるのかっていうところを試してみたいと思います。手前の3つの椅子の向きがおかしいので、180度回転して直してください。今度はなんか変になっちゃいましたね。椅子の向きは直ったんですけど、位置が離れてしまいました。この位置がおかしくなっちゃったのも直してもらえるか試してみます。位置が離れてしまったので、机の付近まで位置を動かしてください。また人の向きも180度回転させてください。はい、今度は奥の方まで移動してしまいました。ちょっと微調整っていうのはなかなか難しいのかなと思います。これを見る感じ、なんかニュアンスを把握していい感じに修正することはやっぱ難しくて、具体的にこの椅子をこの位置までっていう風に指定してあげないと難しいのかもしれません。はい、では新しくシーンを作り直してみたので、今度はシェーダーを作ってもらおうと思います。スザンヌにガラスのマテリアルを割り当ててください。ということで、プリンシプル PSDF のこの電波の部分を多分1にしてくれたマテリアルを作ってくれましたね。ちゃんと僕たちがガラスのマテリアルを作るときと同じ方法で作ってくれています。サイクルズにしてみると、綺麗にガラスになっていますね。屈折率もちゃんと変更してくれてるみたいです。もう少し複雑なマテリアルを作ってもらおうと思います。同じくスザンヌにノイズテクスチャとカラーランプを組み合わせて傷のある金属マテリアルを作ってください。少し複雑なオーダーをしてみました。はい、そうするとちょっと柄があるようなマテリアルを生成してくれました。ベースカラーの色味をノイズで調節できるようになっていて、粗さもまた別のノイズテクスチャーになっていますね。値もしっかり、上のノイズテクスチャーはスケールが20なのに対して下は50と変えてくれています。結構複雑なマテリアルもこれは作れそうですね。じゃあもっと複雑なマテリアル設定をしてもらおうと思います。同じくスザンヌに古びたレンガ柄のシェーダーグラフを構築してください。はい、そうすると、ちょっと模様はおかしいんですが、これはきっと UV にここを差し直せば治ると思います。はい、こんな感じでちゃんとレンガ模様のマテリアルを作ってくれました。しかもカラーランプでちょっと苔むした表現をしようとしてくれた痕跡がありますね。ただあんまり目立たないようにはなっているので、パラメータは変えなきゃいけないんですが、ちゃんとパンプマップも適用できていて、凹凸感なんかもあるので、
超フォトリアルなマテリアルは難しいかもしれないんですが、簡単なセミリアルぐらいの作品だったらこの AI を使って作れるのかなと思いました。次はジオメトリーノードを生成してもらおうと思います。シミュレーションノードを使ってパーティクルを作ってもらおうと思います。新しくオブジェクトを作ってジオメトリーノードでシミュレーションノードを使ったパーティクルを作ってください。はい、完成したんですが、ちゃんと生成中にフレームを進めてパーティクルが動いているかどうかを確認してくれています。そしてこれびっくりしたんですが、ちゃんと重力加速度だったり速度の値だったり、シミュレーションノードでパーティクル作るんだったら必要だよねっていう属性をちゃんと作って格納してくれています。じゃあ実際再生してみましょうか。はい、こんな感じ。このポイントの数を増やしてあげると、パーティクルが出てくる数が増えるという感じですね。なんか花火っぽくて面白い機構ができました。ではこのノードをもう少し花火っぽい見た目にしてみようと思います。広がりや色を変更して花火っぽい見た目に変更してください。はい、ということで花火が出来上がったようなので再生してみます。するとこんな感じで花火っぽいジオメトリーノードがちゃんとできてますね。いや、これはすごいな。ノードの中身を見てみると、しっかりね、さっきのベロシティやエイジっていう属性の他にも色の属性が追加されていて、花火っぽいこのカラフルな色をここで指定してくれていますね。ということで、クロードにジオメトリーノードを生成させるとかなり相性が良さそうで便利なことが分かりました。はい、では次にアニメーションを作ってもらおうと思います。そもそもキーフレームが打てるのかっていう話なんですが、まずは簡単にボールのバウンスアニメーションを作ってもらおうと思います。球を生成して高さ10メートルの位置からボールが落ちてきて地面でバウンドする、最終的に静止するアニメーションを作ってください。ブレンダーでやってくれると思ったらクロードの中でボールがバウンドするアニメーションを作ってくれました。クロードすごいですね。ちょっと本題とはそれますが、こんなこともできるみたいです。ブレンダーでお願いしますと言ってみます。はい、ということでアニメーション作ってくれたみたいです。ブレンダーのシーンも保存してくれてるみたいですね。カメラも勝手に置いてもらっていて、再生するとちょっとスクワッシュ&ストレッチっていうね、アニメーションの時の技法をちゃんと入れてくれてはいるんですが、タイミングがちょっと変ではあるものの、しっかりそれっぽいアニメーションは作ってくれてますね。グラフエディター見てみると、本来この Z1 はベクトルを整列させた方がいいと思うんですが、滑らかに減速する、そして滑らかに加速するようになってしまっていますね。ここら辺は完璧ではないんですが、それっぽいアニメーションができるのは最初のバージョンとしてはすごいんじゃないでしょうか。はい、では次にちょっと無茶なお願いをしてみようと思います。ブレンダーキットからこのリグがついたキャラクターモデルをダウンロードしてきました。これからクロードにこのリグを操作して簡単なアニメーションを作ってもらおうと思います。キャラクターのリグを操作して歩くアニメーションを作ってください。これはできるんでしょうか。やってみます。はい、ということで随分経って、25分から30分ぐらい経ったと思うんですが、アニメーションが完成しました。それではね、再生してみたいと思います。おお、違和感はあるんですけど、歩行サイクルにはなってるかっていう感じですね。アニメーションの範囲を1から24フレームに変えてくれていて、右足と左足が交互にね、前に出るような動きが作れていますね。で、よく見たらちゃんと腰も上下していて、肩もね、曲がっていることがわかります。今はこのぐらいのクオリティですけど、この先 AI が進化していったらどうなるんだろうなっていうのは楽しみですね。たくさん物を動かさなきゃいけない時とかはクロードにお願いしてもいいのかもしれませんね。はい。では次にデータの整理をしてもらおうと思います。今はですね、
ブレンダーの公式から配布されているバーバーショップインテリアっていうブレンダーのサンプルシーンがあるんですが、このサンプルシーンのアウトライナーを見てみるとコレクションの名前が適用されていないので、今からクロードにコレクションの名前を付けてもらおうと思います。開いているシーンのアウトライナーにあるコレクションの名前を命名して、はい、そうするとこんな感じで名前を付けてくれました。ちゃんとシーンの構造を解析した上でそのコレクションにふさわしい名前を付けてくれています。十分わかりやすいんですけど、もっとわかりやすく色をつけてもらって日本語にしてもらおうと思います。種類ごとに色をつけて日本語に変更してください。はい、できました。見てみるとしっかりと色がついていて名前も日本語になっていますね。では次に、このような大規模なシーンになった時にどのメッシュが重いかどうかを判断するために、メッシュの名前とポリゴン数を列挙してまとめるレポートを作ってもらおうと思います。シーン内にあるオブジェクトのポリゴン数と名前を列挙して、ポリゴンが多い順に相当してレポートを作ってください。はい、ということでレポートができましたので、ここを押して開いてみたいと思います。はい、するとこんな感じで、このシーンの中のポリゴン数とオブジェクト数、コレクション数などを列挙してくれています。ちゃんと指示した通りに多い順に並べ替えてくれているみたいですね。上のやつはこれはコレクション別サマリーなんで、このシーンの中にあるコレクションを比較してまとめてくれています。下の方に行くと、先ほど指示したようにオブジェクト名とポリゴン数が表示されていて、言ってはいないんですがコレクションと割合もちゃんと表示してくれてますね。かなり親切です。このボタンを押してみるとポリゴンの数で絞り込みができたり、ポリゴンがないオブジェクトを見ることもできます。コレクション別で絞り込むこともできて、オブジェクト名で検索することもできます。いや、めちゃくちゃ便利ですねこれ。やはりクロードは Web が強いだけあって、HTML を使ってこういう感じのレポートを作成するのがかなり便利ですね。そしたら次にまとめてもらったポリゴン数をもとにソリッドビューで見た時のオブジェクトの色を変更してもらおうと思います。まとめてもらったオブジェクトごとのポリゴン数に対して、多い場合は赤色、中くらいの場合は緑色、少ない場合は青色でオブジェクトの色を分けてください。マテリアルは変更しないでください。はい、ということで先ほどポリゴン数を出してくれたので、その全体のポリゴン数に合わせて式位置を決定してくれました。今回だと1000ポリゴン以上のオブジェクトが 10% だったので、赤色のオブジェクトは1000ポリゴンをベースにしてくれてるんだと思います。最後にまとめまでつけてくれて、ポリゴンが1000以上のオブジェクトは149個あるらしいですね。いや、こういう感じでまとめて可視化してくれると、どこにポリゴンが密集しているのか分かって最適化がとても楽になりそうです。では今 AI がやってくれたみたいなポリゴンの数ごとにオブジェクトの色を変更するスクリプトを保存してもらおうかなと思います。今あなたがやってくれたみたいなポリゴンごとにメッシュのオブジェクトの色を変えてくれるようなスクリプトを保存してほしいです。サイドバーでボタンを押したら色が分かれるような仕組みにしてください。はい、ということで処理が完了したんですが、しっかりと指示した通りにサイドバーにこのポリゴン分析っていうのが追加されてます。開いてみると、はい、こんな感じで色の設定だったり式位置を変更したりしてくれますね。例えばこれを2000ポリゴン以上を赤にして500ポリゴン以下を青にしてみるっていう風に変更して色を適用するボタンを押してみましょう。はい、そうするとちゃんと変わってますね。しかもこの実行結果までちゃんと書いてくれてます。リセットボタンを押すとマテリアル表示にしてくれると。はい、ちゃんとオブジェクトカラーにしてもオブジェクトが白色に戻ってますね。ここまで一発でエラーなくアドオン書いてくれるのはすごいなと思います。結構こういう機能のアドオンって有料で販売してることも多いんですけど、このぐらいだったら AI がささっと作ってくれる時代になりましたね。はい、ということで最後に画像を入力して、この画像と同じ 3D シーンを作ってくださいと言ったら作ってくれるのかどうか、どれぐらい再現してくれるのか検証したいと思います。一番最初の YouTube 動画で解説したこんな感じの化粧品の画像を再現してもらおうと思います。ブレンダーでこの画像と全く同じ 3D シーンを作ってください。サイクルズレンダーでライティングにこだわってください。
ではやってみたいと思います。はい、またかなりの時間が経って一度中断されてしまいましたね。1回の生成でツールの使用上限が決まっているようで、一旦できたところまでの進捗を見てみようと思います。こんな感じですね。レンダリングもしてくれてるようなので F11 で見てみます。するとなるほど、特徴は捉えられてるかなというところですね。けどさすがに完全再現は不可能ということが分かりました。一応続けてみます。はい、あれからまたさらに時間が経ったんですが、クロードの応答を完全に生成できませんでしたということで、完璧には終わらなかったんですが、ほとんどクロードなりには完成に近づいたという痕跡が残っているので、レンダリングしてみたいと思います。はい、出来上がった画像がこんな感じですね。あんまりさっきと変わってはないんですけど、色と質感は再現できてなくはないですね。近づいてみると文字も入れようとしてくれた痕跡があります。ずれてしまってるんですけどね。はい、という感じでいかがでしたでしょうか。現状のクロード AI のブレンダー MCP の実力を試してみました。ご覧の通りに実際の制作でクリエイティブなことができるかと言われたらそんなことはないのかなと思うんですが、ジオメトリーノードやシェーダーノードだったりノード系の処理はそこそこハイレベルなことができたなと思います。また一番の使い方としてはやはりデータ処理だったり軽量化するとき、またアドオン開発するときにプログラムを書いてもらったり制作の助けになるような使い方としてこのコネクタを使うと便利なのかなと思いました。僕はこのプロプランっていうのに加入しているんですが、これに入れば使い放題というわけではなくて5時間ごとの制限と1週間ごとの制限っていうのが存在します。で、今回のこの動画で検証した分でちょうど5時間分のクレジットを全部使い切った感じになりますね。なので凝ったことをしようとするとクレジットもすぐ消費してしまうし、待ち時間もかなり長くなってしまうので、クリエイティブに使うのは避けておいた方がいいなというのと、あくまで制作の補助的な立ち位置で今後は使っていこうかなと思いました。ただこれからの発展がすごい楽しみな結果になりましたね。はい、ということでこのチャンネルでは今後もブレンダーに関する情報を発信していきたいと思っています。概要欄からブレンダーの上達に役立つ限定特典を5つ無料で配布していますのでダウンロードしてみてください。また次の動画でお会いしましょう。